はい、こんばんは。いらっしゃい。ちさんいらっしゃい、こんばんは。ゆちさんいらっしゃい、こんばんは。まゆさんいらっしゃい、こんばんは。リエジュさん、リエジュさんでね。いらっしゃい、こんばんは。はい、個人 VTuber のあいみけです。よろしくお願いします。ちょっと、さっきのなんか、コラボがね、少し早めに終わったので、結構ね、まあ、一月、二月ぐらいかな。まあ、走り抜けてきて、まあ、一旦落ち着いてね、どんなゲームあったね、コラボこんなのしたね、みたいな話でもと思って、今日も顔面が強いですね。ありがとう。顔面は強いね、やっぱり。うん、ビジュアルだけで生きてる存在だからな、俺は。はい、こんばんはいらっしゃい。くもきさんいらっしゃい。面白かったです。ありがとう。ちせくん、はい。お疲れ様。さっきは。コラボはね、やっぱ割とコラボって楽しいんだなって、自分の中で。怠け者さん、はい、こんばんはいらっしゃい。自分の中ではね、やっぱちょっと思ってはいる。やっぱり切り抜きとか、あの、3分とか5分の動画だったりとかって俺よく見るから。うん。お前は天才、どういうこと？お前は天才だよ。どういうことだ？3窓してたんだ。すごいな。いやでも書くまで面白そうだったなって思ったね。初めてのね、コラボの人もいたから、なかなか面白かったなって。ブレーンではない。あの中で、なんか一番頭使ってそうなのは、臨月、ウルじゃなかった？あの中でね。知世君とか、ゴヤ一切は、まあ、そっちタイプではないと思ってはいるけど。いや、面白い。ピコパークがさ、あれだけ面白いってそもそも思ってなくて。ワンはね、俺、プレイしてたんだけど。2やってみてやっぱ面白いね。人数が増えればすごく面白かったかな。うん。また一面組で何かしてほしさはあります。できればいいね。全然、なんか、やってほしいゲームだったり、まあ、ちせくんの方にね、なんかやってほしいゲームを送ってもらったり、まあ、マシュマロでも全然いいけど、臨月は静かに切れるタイプだよ。切れるの方、そっちなんだ。あの、怖いタイプだね。とても楽しい配信でした。ありがとう。なんかね、やってて楽しい配信で周りも楽しいって言ってくれるのが一番かなって思うけどね。いいよね。深夜組どうした？深夜の配信って言ってたんじゃないの？臨月ウルくんは。配信するんじゃなかったっけ？飲酒雑談な。飲酒雑談か。ゴヤ一歳とかお酒飲むのかな？飲酒雑談してることあるのかな？喧嘩すな。俺の枠で。でも、なかなか、あのコラボは、ね、いくつもね、コラボしてきて、ピコパーク2は面白かったし、レポもね、なかなか画面がバグがあってすごい面白かったかな。さすがにちょっと面白すぎた
ゲーム上の仕様として。謎解きもね、やっぱ面白い。好きなんだよね。やっぱ謎解きも。なんかね、いろいろできてやれたらいいなと。4人でやれるゲーム、大乱闘。大乱闘持ってないから、俺。俺持ってないんだよね、そもそも。笑ってるシーン、あれね。あれすごかったな、本当に。画面いっぱいにあんなことされたら、すごかったよ。俺のツボにはハマった。しかもね、別枠のね、画面から見るとね、あれすごかったらしい。なんか俺をずっと狙って、でも俺隙間で隠れてるみたいな感じで、すごかったらしい。ちょっと待って、なんか来たわ。謎解きしてるとこを見てる配信やりたいよ。そういうことをしないってこと？横にいるってこと？マジでそれはね、逆なのよ。こう謎解きを普段しない人が解いていってるのを、まあ俺が横で見るとか、そっち系の配信だよね。逆だよね。あれ笑うよな、マジで笑う。俺の笑い声、まあ確かに声上げて笑うことあんまりないからな。ない、あれはない。コラボはいつもと違うけど、そうかもしれないな。特にね、まあ、自枠取ってない時とかは、まあ、あまり気にせずにできるから、まあ他人のね、アカウントがバンになっても、まあまあ。ジャンタマとかも見られる。俺はできるけどね、他の人がジャンタマできるかどうかって。めっちゃ笑ってた。俺笑ってた。笑ってたか。自分ではあんまり気づかないよね。まあニヤニヤしながらね、謎解きしてる、こう悩んでるのをニヤニヤしながら、まあ、サポートだけはするみたいな。俺はさ、なんだろう、他の人たちとちょっと違ったゲームしたりとかするからさ、例えば、まあ、俺が持ってるゲームで言うと、プラネットズーとか、プラネットズーだったかな、動物園とかを作ったりするゲームとかがあるんだけど、そういうのをね、こう、あれは本来2人ゲームじゃないんだけど、まあ2人でなんか話しながら、動物園これやっていこうぜみたいな、これ育てていこうぜみたいなのとか、話しながらできるね、なんか相手を見つけないといけないね、まず。結構、そういうのをなんか好きで一緒に2人でやってくれる人とかあんまいないんだよ。配信上やっぱり。そういうね、相手をね、少しずつ見つけないと。バカ騒ぎするのもありだけど、ちせくんやる？全然一緒に、俺たちの動物園作る？ありだよな。動物園全然一緒に。めっちゃ笑ってたか。みんな笑ってたって言うんだ。いいよな。まあ、そういうゲームとかね、なんか、俺そっち系なんだよね。なんか、まあなんか本来一人でやるようなゲームを他の人とかと一緒にやるみたいな。別に俺がやらなくてもいいし、隣で見てるだけでもいいし、そういうのがね、俺的には好きで。まあ4人とかでやるゲームもね、いっぱいあるんだよ。知ってはいるし、持ってはいるんだけど、やっぱり他の人があんまり持ってないっていうことがね、俺インディーズ系のゲームが結構、あんまり人が知らないゲームとかよくやるから、その辺がね、持ってない。できるよ、延長。お互い延長なんだよな。はい、まいさんこんばんはいらっしゃい。
ピコパーク笑って、あ、やっぱ笑ってるんだ、俺。まあ、笑うよな。あれは笑うかな。あまりにもさ、同じところで永遠とやられてしまう、ゴヤ一歳とか、見てると笑うよな。メゾンド魔王とか、興味ある？あれね、いや、まあやってるよ。自分でやってて。なんかね、なんだろう。ゾンビが好きなの。ゾンビが好きで、アンデッドをね、結構、家賃、滞納させずにね、こう、ゾンビ系をね、こう、俺の家に住んでもらってるんだけど、まあ、メゾンド魔王っていうね、ゲームがあって、家賃を払ってもらいながら、家に住ませて、どんどん大きくしていくゲームみたいなのがあるんだけど、まあ、そういうのもやってるはいるよね。まあ、インディーズゲーム大体人気なのは触ってるんじゃないかな。バカ騒ぎね。いいね。コラボでぐらいは、まあ、騒ぐ。まあ、相手にもよるけどね。どうやってそういうゲーム見つけてくるんですか？結構ね、Steam とかで調べたりとかすると、500円以下とかでね、値段を区切ってやるといっぱいある。あとね、もう、インディーズゲーム専門でめちゃくちゃ取り上げてるところとかがあって、X でもそうだけど、そういうの見てるね。信長の野望とか興味はないの？ある？まあ、ある。どうなんだろう。やるのはやるよ。自分一人でやってるけど。三国志とかも、信長の野望とかも、全部一人でやってる。あれ一人プレイでずーっと一人でやってる感じかな。新作も、三国志の新作も俺、買ったし、やったし、8のリメイクっていうのが新作で出てるんだけど、三国志。やってるし、しかも画像取り込めるんだよね、あれ。だから、自分自身、ハイメ系を三国志の世界にこう映し出してできるんだよね。今の三国志は。面白いよ。信長の野望とかもな、いいよね。個人はね、光栄とか全然配信できるし。不労所得体験、そう、不労所得体験。その代わりなぜか知らないけど、襲ってくるんだよね。勇者たちが襲ってくるんだよ。それを撃退してもらうみたいな。しかも住んでるゾンビとか。昔対抗立志伝っていう実況で見てやりたかった。あれね、いいよね。解放するまで結構時間かかるんだけど、オリジナルの自分を作って解放できるようになると、自分自身でね、自由に日本のいろんな職業になりながら大名になるのか、足軽から始めるのか、医者になるのか、いろんなことができるゲームだよね。対抗立志伝。もちろん俺も持ってるけど、ゲームで新しいのも買ったし、最新のね。原神、俺原神、ホイバやってないんでね。ホイバは全くやってない。原神も、スタレとかも何もまだやってなくて。なんか課金を煽られるゲームって結構やらない感じがあるんだよ。自分の中ではね。課金がなければ全然いいんだけど。課金なしで生きていけるかな、原神。オーバークックとかコラボは良さ。オーバークックのわちゃわちゃしそうだな。あれは。すごいわちゃわちゃしそう。しそうだね。わちゃわちゃするよ、あれ。すごいよ。うん。まあでも、いいね。いろいろあって。コラボもね、まあコラボといえば6月、今週か。7日は猫山さんちのコラボが入ってるな。いやー、なんか、オーバークックとかだと、マジで意図せず邪魔するよね。道を塞いだりとか、
意図せず邪魔をして防いで、こう、いや、そっち行きたいんだけど邪魔みたいな。千瀬くんは絶対邪魔。絶対邪魔する。うん。あ、続きじゃないんだよね。登らないらしい、まだ。なんかやりたいのがあるらしくて。まあもう情報出てるから、なんだっけ。ランチレディだったかな、ホラーで、テストの答案用紙を、なんかパクリに行くゲームなのになんかめちゃくちゃ、すごいでかいおばさんに追いかけ回されるみたいな。めちゃくちゃ追いかけられ回されるみたいな感じかな。めちゃくちゃでかいスカート履いた化け物みたいなでかいやつに邪魔どいて。うん。言うかもな。いや、まあ、今の印象をね、これからもっといい印象に変えていかないとね、こう、慌て者とかから、素敵な男、千世くんみたい。あ、ならないか。ならないな。ホラゲ楽しみ。そうそう、ホラーだね。ホラーなのか。ちょっと追われるゲームらしい。逃げる。なんか、答案を集めて、最後逃げるゲームだと思う。で、やったことがなくて、なんか動画見てるとそんな感じなのかな。ゲーム購入画面の動画はね、すごいよ。すごい化け物みたいなでかいのが。給食のおばさんなのかな、あれが。なんか、襲ってくるみたいな。で、時間が経てば経つほど、なんか強力になって速くなっていくみたいな感じらしい。だから結構早めにいろいろ行動するのが。でも、どうだろう。猫山さんちのお二人は、ちょっとあわあわする感じだからな。どうかなって感じかな。そうそう、コラボはね、割と時間作ろうと思って頑張ってるから、誘われたらね、ある程度こう、合わせるようにはしてて、今も、なんだったかな、2件ぐらいお誘いいただいてるので、それの調整中かなって感じ。そこにね、時間を割きたいとは思ってるから。で、一応、先行情報としてもう流しているので、まあね、ゴッドイーターが終わったのでね、次のゲームというのは決めてまして、まあまあ、ファンボックスでね、お話しして知ってる人もいると思うんですが、テイルズシリーズをね、これからやっていこうと思っています。テイルズシリーズをね、ちょっとやっていこうと思ってますね。はい。ただちょっと、物語系はね、ちょっとネタバレを食らうとつまんなくなって途中でやめちゃうかもしれないので、ネタバレとかはなしでね、一緒になんか知ってる人も楽しんでいってもらえたらと思います。技名を言うな、技名を。しかも、なんかちょっとみんなには悪いけど、俺パーティーが揃ったら、テイルズって、前衛しないから、そもそも。後衛でずっと魔法打ってるタイプだからさ。テイルズはね、なんか人生って呼ばれるぐらい名言が多いらしいので、やっていけたらなと。一応ね、生まれてきた意味を知る RPG らしいので、今回のテイルズはやっていけたらなと思います。
そうそう、後方腕組みタイプ。いや、俺、マジでテイルズはね、レディアントマイソロジーって知ってるPSP のね、いろんな人が出てくるやつはやってんのよ。PSP で。レディアントマイソロジーっていう。もうほぼいろんなシリーズの人たちが勢揃いするみたいな。それ、ちょっと知ってて、ずっと後ろで魔法を打つタイプなんだよね、俺は。俺、あれプレイしてるときはずっと魔法を打ってて、でも回復と魔法両方使えるやつをやってて。あれ、タイダルウェーブ一択ゲームなんだけど、タイダルウェーブずっと打ってるゲームなんだけど、面白いよ。やっぱり、魔法がね、なんか際立ってる、あのゲームは。魔法栄翔とかも際立ってるね。素晴らしいゲームだと思う。グリザイアの果実って、なんだっけ、アニメ化もしてないなんか、てかもともとエロゲーじゃない？なんかエロゲーのところで見たような気がしないでもない。グリザイアの果実。違うのかな？そう、ヒーラーだね。ヒーラーもするし、攻撃もできるタイプの、ビショップっていうやつがあって。ビショップだ。ビショップをめちゃくちゃやってたかな。元エロゲです。いやー、ちょっとエッチなゲームは、俺はちょっとエッチにはなれないかな。俺ちょっとエッチじゃないからな。うん。テイルズ CV、あれね。僕は何度生まれ変わっても、同じ選択をするみたいな。後悔はないみたいなやつね。最高のやつね。あのシーンね。あれはもう、レジェンドだから。うん。レジェンドだよね。あれは。あのシーンはもう最高だよね。いや、あのゲームでもリメイク出たんじゃなかった最近。最近リメイク出たゲーム何だったかな？リメイク出てんならやりたいよね。実際。あれなんかね、初代とね、さらにリメイクされたやつでね、内容が変わってるみたい。俺はあんまり知らなかったけど、テイルズのその緑川さんのやつ。初代は結構話えげつないらしいよ。俺はやってないけどね、初代は。元エロゲーで言えば、元エロゲーで言えば俺、みんなにやってほしい。いや、まあやってほしくはないけど、みんなになんか、プレイを見てほしいのはね、もちろん家庭用だよ。家庭用にはなってるけど、エロシーンとか全部切られてるやつなんだけど、グリーングリーンっていう、まあノベルゲームがあって、グリーングリーンね。マジでなんか、言い方悪いけど、男性同士が憧れのバカさ加減みたいな。こんな友達がいたら、この世界は、今のこの世界はすごく楽しいんだろうな、みたいなやつなんだよね。男性が。まあ、バカなんだけど。本当に、こいつらと言ったらこの世界、なんかちょっとしんどいこととかいろいろあっても、まあ、許せてバカできるんだろうな、みたいなゲームなんだよ。そのグリーングリーンっていうのが。攻略対象は女性なんだけど、男性ルートにも行けて、マジでやってほしい。やってほしいっていうか、見てほしい。俺がじゃあ男ルートやるから見てほしい。俺、プレイステーション2今、タブオでつなげてるから、見せられるから、それ、今度ね、やるやつ見てほしいわ。PC はね、多分、本ちゃんのエッチなゲームじゃないかな。
そっちはね、ちょっとバンされちゃうんでできないんだけど、家庭用機になった昔のね、プレイステーション2のゲームはね、できる。ある。バンされないから、それは。そっちはバンされないから、全然できる。3まで、そう、っていうか、いろいろあるかな。金のねダイナミックとか、なんだっけ、こう、金のねロマンティックとか、マジでおもろい。本当に面白いから。で、しかも、クラナドとかと一緒で、女性ルートでね、めちゃくちゃ感動することがあるから、おすすめだよ。俺はまあ男性ルートが好きなんだけど、いつも男性ルートで満足しちゃうんだけど。その BL とかじゃないよ。本当になんか友達みたいな感じ。ホワイトアルバム PS2 あるからやるか。いや、マジでやってほしい。値段もね、そんな高くないよ、多分。ホワイトアルバム。ホワイトアルバムもあれじゃない？なんか、ノベルゲームというか、なんだっけ？ 1 と2があるっていうことだけは知ってる。やったことがない。なんか絵も違うんじゃなかった？だいぶ。1と2で。なんか、作画が全然違ったような気がするけど。どうなんだろう。わからん。ノベルゲームはね、なんかいろいろあるけど。クラナドはね、ちょっとあまりに知りすぎてるのでやっても仕方がない。嫌じゃん。主人公って。ムカつくの嫌だろ。普通に。だって主人公俺だろ。なんか、まあでもわかるよ。結構ノベルゲームの主人公ってこう、なよなよしたり優柔不断だったりが多いんだよな。なんかそれを思えばさ、まあみんな知ってるかはちょっとわかんないけど、超有名ゲームで、クールデイズってあるじゃん。伊藤誠が出てくるやつ。自由度半端ないよな。自ら自分を己を死地に追い込むことができるゲーム。ノベルゲームでありながら。自由度すごいと思うわ。間違いなくあれ、神ゲーの一品でしょ。あれは。あれはすごすぎる。マジで。あんなん普通に配信したいもんな。普通に配信したいもんな。自らがどうなるかみたいな。最低男ルートがみんな定着してるけど、インテル入ってる伊藤誠もあるからね、ルート的に。インテル入ってるルートもあるから、ちゃんと。めっちゃ男気あるルートもあるから。まあ、本当だよ。めちゃくちゃいいやつ。もう、俺はこの子を守るみたいなルートあるんだよ。全ルートを網羅してほしい。マジで網羅してほしい。でまあね、そのエロゲばっかりの話をしてないで、これからのね、コラボだったりとか、ライブはしてほしいかな。でもね、やっぱ今のね、やっぱ主体というか、今の、なんか、誘われるので一番多いのはやっぱレポが多いかな。レポみんなやっぱやるんだね。てか普通に面白いもんな、あのゲーム。レポ誘われたりすることが多くなってきたから。日付が合う方たちとはやりたいなとか思ってたりするんだけど。あとはそうだな。テイルズはやるにして、今俺がやろうとしてるゲームは、
前に言ってた TRPG 風のゲーム、シチズンスリーパーはね、どこかでやっぱやりたいなと思ってて、サイコロをね、振って、選択肢をそのサイコロにかけるみたいな。サイコロがちゃんとした出目が出てたら、選んだ出目で OK みたいな。ああいう系統はね、ちょっとやっていきたいなって面白いからね。最近ハマっていってる。本当は TRPG もやりたいんだけどね。なんか、周りにやってる人あんまいなくて、最近できたフレンドが、やり始め、なんか上手いのかなぐらい。そうだね。なんか TRPG の面白みとか強みっていうのは、自分のキャラクターをなんか作って、そこに自分を投影するみたいなことが基本で、なりきるみたいな感じらしいから、なんか面白いそうなんだよな。やったことないんだよね、TRPG。見たこともないし、TRPG っていうのが存在してるっていうことはわかるんだけど、時間かかるんだ。なんか、1回の配信で 1回みたいなんじゃない感じなの。時間かかるんだ。いつか常識クイズとかやってみてほしい。常識クイズって何？常識クイズって何？普通のテストみたいな感じ？学力テストみたいな感じ？個人 V さんでやってる人多いんで、多いんだね。俺の周りでもあんまり、俺の周りっていうのはあれだよ。俺のフレンドで全然いないんだよな。しかもなんかあれ、一回やるともうできないみたいな。なんかやる相手を厳選したいよね。この人とだったら、その体験を共有したいみたいな TRPG ってそう思わない？だってやればもうできないんだよ。だったら、その厳選した選ぶ自分がこれを共有したいなと思える人とやりたいよね。空気読みいいよね。空気読み。俺もやりたいなと思ってて。なんかあれでもいっぱい出ててどれがいいかわかんないんだよな。なんか1から4ぐらいまで出てて、空気読み。みんなでやるやつとか、一人でやるやつとか。空気読みいいよな。あんまり時間かからないんだったらすぐできそうだし。TRPG のシナリオ作ってる。シナリオを作るってことはさ、なんか、なんだろう。無限にできるってこと？無限にできるよね。作る人がいるってことは。人柄が出るから、人柄が出るの？ TRPG って、あれじゃないの？こう、演じるんじゃないの？その自らが作ったキャラクターを。そうじゃないんだ。人柄が出るんだ。回答揃える、全員揃うまでダメですみたいな、帰り待ってみたいなやつ。あれ揃わないな。多分、俺がコラボしてる、ちせくん、ウルくん、一切。あのメンバー多分ね、揃わないや。俺とは。絶対揃わん。多分、俺結構コラボしてた、入場宗介っていう人がいるんだけど、その子とはね、昔から結構知り合ってて、入場宗介とは多分ね、すぐ揃うかな。なんかコラボ相手にもよるかもしれない。揃うのは。仲の良さとかはあんまり関係なくて、常識的ななんか、揃いやすさで言うと宗介だったり、コラボ相手で言うとね、逆にそれ以外あんま揃わないかも。なんか、猫山家はちょっと俺とは考え方がずれてそうだし、
あのメンバーは。コラボしてる、篠宮ピピさんも、あれはあれで外れてるから結構、常識から全然耐久配信になるね。めちゃくちゃ外れるみたいな。全然バラバラのがいいの。バラバラすぎない。もう終われないかもね。はい、リトさんこんばんはいらっしゃい。どうする？なんか、もう質問なくなっちゃうよみたいなとこまで行ったら。雑談なぁ。雑談コラボとかも本当はしたいんだけどな。俺の周り、なんかネジぶっ飛びまくってるっていうより、やっぱ変わった人が多いよね。VTuber さんとかっていうのは。やっぱり多いという認識かな。個性的な代表のやつがなんか言ってる。まあまあ。個性的な代表のやつがまあ言ってるけど、なんか、まあ。いや、もう12時間とかでさ、一枠落ちちゃうから、YouTube は。そうだね、マシュマロ、みんなマシュマロってさ、こう募集したらいっぱい送ってくれるの。雑談配信でまあ例えば、名前出しやすいから、ちせくんとじゃあ雑談コラボやろうねとかってやったとき、なんか聞きたいことがお題としてあるみたいな感じでやったら、いっぱい送ってくれる？なんかさ、5件10件だとすぐ終わりそうじゃない？ 30 件ぐらいあれば、まあいいけどさ。昔なんか雑談コラボ見て、マシュマロ見たら、100の質問みたいなことやってる人とかいて、そんなに送ってくるみんなと。俺にそれを送ってくれるのかみんな。20、30ぐらいは欲しいような、なんか質問。お題みたいな。そこからまあ厳選して配信していけるのかどうかとかっていうのを吟味しながら。全然いいんじゃない？くだらないことなんかない？質問に。知りたいんだから。そのフルフルはどっちなの？首横に振ってんの？もう送りませんみたいな感じ。否定系じゃん。仕事中に仕事しよっか。まあ雑談配信もありではあるよな。ありではあるけど。まあ、ゲームもな、やりたいやつはやりたいやつで溜まってきてるし、まあ6月はね、ちょっと言ってたみたいに3週目はできない、いないんで、そもそも日本には多分ね、日本にはいないんで。まあ1週目、まあ、今日から、7日 ?7 日に猫山さんコラボ。次週は配信撮れたらいいなぐらい。3週目はまあ無理だね。4週目はまたいろいろお誘いいただいてるのであるかなぐらい。うん。中国はね、ちょっとお水とかの関係もいろいろあるので気をつけながら、まあ、無事に帰ってきたら、帰ってきましたよ雑談、こういうことやってきましたよみたいな。できればいいね。そう、めんどくさいって言い方あれだけど、相手側がね、こういろいろ用意してくれるので、ややこしくはあるんだけどね。お土産話なんてもうできないよ。だって朝から移動で、まあ、お仕事して帰ってきたらもう夜、深夜前ぐらいで、あとは寝るだけみたいな。お土産話はできないけど、まあ、こういうのを、まあ、写真がね、撮れたりとかしたらいいけど、多分撮れないから、
あんまりね、カメラとかも出せないんだよね。海外は。なので、いろいろね、お話、こんな食べ物あったよとかっていうお話ができたらいいかな。まあね、海外に出たりとかするのは結構頻繁にあるんでね。まあそういう時はまあ事前にアナウンスはするけどね、ここからここまではちょっとまた配信ないよとか。取れるところと取れないところがあるんでね、国として。あと国もそうだけど、場所でね、携帯出しちゃいけない場所とかもあるんで、それがあるかな。あとは、ちょっとやっぱり俺食べるのが好きで、食事雑談はちょっとやっぱ、やめられないなと思って、ちょっと増やそうかなって、食事はやっぱ好きなんだな、俺、みたいな。普通の雑談とかよりもやっぱ食べて、ちょっと喋るみたいなのがやっぱ好きなんだろうなって思いながら、自分の中ではね、ちょっと満足のいく配信が、満足のね、いく配信がまだ、今のところ6月とか、多分、忙しかったりでできないから、いろいろと、まあね、ギフトとか欲しいものとかも全部なしにしてたけど、落ち着いてきたら、また、なんか食べたりとか、なんか食べながらね、喋れたり。その時はやっぱさ、みんなにも食べ物を用意しておいてほしいな。何か食べるもの。一緒に食べてる感じがするよな。体が、すんなり太っちゃうけど大丈夫そう？まあ、太らないけど。そうだね。スリとかもね、気をつけないと。いっぱい食べて大きく。先に食べ終わっちゃう。そうだよな。背徳飯な、いいよね、俺の。ずっと叫んでおきます。食べてもらって一緒に何かを。先に食べ終わっちゃうのは、そうだよな。俺早いんだよね、俺。やっぱり。どうしても早いというか、食べるのが。なんか物を食べるのに、10分とかだもんな、本当は。本当に真剣に普通に食べてる時10分かかるかかかんないか。だから、結構ね、雑談とかでも尺を伸ばして頑張ってはいるんだけど。食べ物はね、どうしてもこう時間経つとね、言えるから、結構難しいんだよね。雑談配信で食事するのって結構難しい。冷えちゃうし。量や品数、めちゃくちゃ食うやつみたいになってるけど。30分、そうだね。30分はね、やっぱりゆっくり時間をかけて食べないとね、会話もできなくなる。料理自体はやるんですか？そうだね。料理はやるね。まあ今もう全然作ってないけど、昔は料理が趣味だったから、まあ、料理したりとか、まあ全然できるけどね。なんか最近でも時間が、まあお仕事の兼ね合いで時間がなくて、そもそもなんか買い出しに行って料理して食べるっていうこのプロセスの手間をかけたら、食べに行く方が安いよなってなるよね、最近は。なんか自己満足になっちゃうな、料理やるにしたらって思っちゃう。なんか今の物価高って買い物に行くだけですごい高いし、おにぎり1個何分で食べたの？どうだろう？あんま気にしたことないけど、2分とかじゃない？そんなにかかるかな？どうだろう？
じゃあ家に食材が届くタイプがいい。あれ高くない？でも、なんか、食材だけあれでしょ？こういう料理ができるように食材だけこう、ドンって届くやつでしょ？高いよ、あれ、普通に。なんか買って温めて食べるとか、もう普通に単純に吉野家すき家とかそういう系統の方が安いもん。量もあるし、ご飯も大盛り自由とかですね。最近米も高いし、物も高いし、買って料理して、高い高い。もう人件費の方が高いよ。実際。そう、まあまあ、買ってた時期はあるよ。だから買いに行く、その手間買いに行って保存しといて、まあチンするだけだけど、我々冷凍は。まあなんかそれでも高く感じるよね。冷凍食品も。なんか一袋一食分みたいなやつって全然一食分入ってなくて、やっぱり俺の中じゃ少ないんで、結局一食分じゃないから何個か食わないといけないし、なんとか食べるってなると、まあ値段も値段で相応になるよね。まあでも、揚げ物も、まあ美味しいよね、でも、お惣菜の揚げ物。なんか俺、トルネードポテトみたいな揚げてるやつとかよく買うけど。あと、まあ、焼き鳥は結構買うかな。お惣菜のな。焼き鳥結構万能で何にでも合うみたいな。まあまあまあ、いやまあまあ料理の話は置いておいてね。まあそういう雑談もできればいいなと思いながら、まあ食べたりとか、まあ雑談配信というよりは、まあ食事配信みたいな。まあ言ってたみたいにね、ちょっとゲームがどうしても多く、俺はゲームが好きな人間なので、ゲーム7とか8で雑談2とかになっちゃうかもしんないけど、まあよかったらね、まあ雑談の時にはこういう、まあ、日常会話みたいなのをしていければいいかなと思ってます。みんなは明日はお仕事じゃない？まあ明日っていうか今日か。大丈夫なのかな？俺は仕事だけど。だよね、みんな仕事か。いやー、仕事な。お疲れ様だな、みんな。いいじゃん、6時起き。俺5時起きなのに。5時起きだ、俺は。てか、全然最近寝てない気がする。寝ないとな。今とても眠いです。寝落ちしてもろて。バイトです。バイトだよね。やっぱ仕事、バイト。そうだよな、みんな。大変だよね。結構俺深夜とかにさ、ゲーム配信とかするときあるから、大変だよなと思いながら、もう気にせずアーカイブ見て回してもらっていいかなと思う。アーカイブ、その代わりアーカイブ回してね。なんか興味ないわっつって見なかったらあんまり意味ないよね。俺いつも思うんだけど、まあ、チャンネル登録はしてるけど別に見ないよみたいな。いないとは思うけど、なんか怖くない？逆に。なんで登録してんのってなるよね。明日頑張れば休みだから。いや、いいね。平日休みか。いやいや、みんな追ってくれてるのはわかるよ。みんな追ってくれてて、リアタイとかこう見逃した時とかにさ、なんか全く気にならない。もう見なくていいみたいな。これ、それ俺のことなんか好きなのかなって若干思うよね。まあ、チラッとでもさ、これ何の配信してんのかなみたいな。やっぱ見てほしいじゃん。配信してる側はね。だからちょっと不思議ではあるんだよな。
全く見ない人とか多分いると思うんだよ。だからいると思うよな。普通に。だっていなかったら、そもそも登録者300何人いたら再生回数300何回にはなるじゃん。でも見てない人いっぱいいるんだけど、もうなんかちょっと怖いなって。登録だけで満足なんだ。それはどういうあれなの？ちょっと分かってないんだけど、俺。そのリスナーさん側の感情が俺には分かってないんだけど。ちなみにあれだよ。チャンネル登録してくれてる人のところに一応その配信したりとかするとおすすめですよみたいなのが一応流れるようになるんだよ。情報としてね、ちらっと。で、それを見ないと、あれ、そのチャンネル自体の評価はどんどん YouTube 内で下がっていって、もう全く他の人におすすめされなくなるみたいな感じなんだよ。システム上。結構だから、めちゃくちゃ、登録者めちゃくちゃいて、なんか再生されてない人ってそういう状況に陥ってみたいな。結構辛いこと、まあ俺はまだまだ始めたばかりで全然大丈夫なんだけど、辛い現象が起きちゃうからね。できれば、こうなんか一回でも見といてほしいよね。その応援してもらえるのがありがたいから、応援してくれる気持ちがあるのであれば、一回ぐらいはちょっと再生してもらえれば、すごくありがたいかなと。そういうシステムだからね、結構ややこしいんだよね。YouTube 君は。まあアーカイブなんて YouTube はね、一生残ってるんで、マジでいつでも。実質古参みたいな。古参って、古くから応援してる人のことを言うのであって、応援してなかったら別に古参じゃないんだよな。まあ実際応援してない人はいないとは思うんだけどね。まあぜひぜひ。まあ全然見れないときはいいんだよ。見れないときはいっぱいあるんで。そうなんだ。ぜひね、まあ、他の人は俺にはあまり関係ないのでいいんだけど、もしね、俺のことを応援してくれてるのであれば、マジでいつでもいいんで、リアタイがね、できない。もう全然無理しなくていいから、リアタイできないし、しんどいしっていう時は全然見なくて。なんか、たまに、なんか見れるな、なんか流しとくか、みたいな時があれば、アーカイブを回してもらうのが一番いいかなと思います。これだけでもね、全然違うと思う。まあ、俺は、励みになるというか、なんかちょっと動画見てくれてるんだなとか、10分、15分でもね、こう、見てくれたんだね、みたいな。じゃあこのゲームどんどんやっていくか、みたいな。と思ってる。俺はね。まあいっぱい応援してる人はいると思うからさ、それは仕方ないんだけど。まあぜひぜひ、これからも応援してくれたらと思うけどね。まあコラボ。もう2ヶ月かな。ちょうど2ヶ月ぐらいで、コラボとかゲーム配信とかいろいろ走り抜けてきたけど。まあ夏にはね、また、皆さんに何かお写真とか、お姿とか、
見せることができたらなと思ってます。あと中国へ、中国っていうか海外へ行った後にね、ちょっと海外日常スチルをそろそろ出そうかなと思ってます。動画というか、わかんないけどね、2人を、俺と、もう1人お願いして協力していただいて、俺の日常というか、そっち系のスチルになるのかな。それをちょっと動画で出したいなと。声とか、機材がね、あまりそんなにあれなんで、ミックス師さんとか、そのノイズとかをね、キャンセルしてくれるような人たちも探しながらになると思うんで、そこをみんなに、していってもらえたらと。声のね、声系もちょっと俺、なかなかあれ、やっぱり練習が必要で、機材もそんなにないから、卓録が結構難しくて、なかなかね、思ったように進まないんだけど、ぜひ、期待していてもらえたらと思います。歌は何かの記念に出せたらいいかなぐらいかな。歌はね、なんかめちゃくちゃ聴いてくれてて、すごくありがたくて、ショートバージョンでね、いろいろ聴いてくれてるんで、ショートバージョンを出すにしても、俺は結構、なんか形から入るタイプなので、イラストとかね、募集とか作ってからじゃないと、多分ショート動画も出さないかなとは思うので、もちろんフルもね、フルコースの歌見たもね、きちんと動画にでイラストを発注してからになるかな。はい。では、今日はこれぐらいにしようか。少しお話できてよかったかな。では、皆さん、お仕事、俺と一緒に、今日もお仕事頑張りましょう。お疲れ様でした。